日本のエネルギーの8割以上が今も幅わずか50キロの狭い海峡を通って届いているとしたら、今これを聞いているあなたはどう思いますか？そうですね。50キロっていうと、日常の通勤電車で移動するような距離ですよね。しかも、大型タンカーが安全にすれ違うことができるレーンとなると、その幅はわずか数キロしかないんですよ。数キロですか。私たちの生活基盤である電気もガスも、毎日そこを、綱渡りのように通過して日本にやってきているわけですよね。ええ、まさにその通りなんです。今これを聞きながらスーパーに向かっている方もいるかもしれませんが、あれまた卵の値段が上がってるとか、今月の電気代なんか異常じゃないと感じているとしたらですね、その根本的な原因はまさにその遠く離れた狭い海峡にあるんです。はい。そこが本当につながっているんですよね。ええ。ですので今日は最近のトレーディングエコノミクスやマーケットインサイトデータ、それからウォールストリートジャーナルの2026年の最新報道なんかを紐解きながらですね、中東の地政学という一見遠いニュースがなぜ直接あなたの財布を直撃するのか、日本経済の本当のアキレス腱について徹底解説していきたいと思います。よろしくお願いします。日々流れてくるニュースの断片と、実際の客観的なデータを掛け合わせると、世界経済の巨大なシステムがはっきりと見えてきますからね。そうですね。ちなみに初めにお断りしておきますが、私たちは特定の政治的な立場や宗教、あるいは政府の政策を支持したり批判したりする意図は全くありません。あくまで客観的なソースに基づいてフラットにこの構造を解剖していくのが今回のミッションです。なるほど。じゃあここを少し整理してみましょうか。はい。この構造を知っておくこと自体が、情報過多の現代で、あなたとご家族の生活を防衛するための非常に強力なツールになりますからね。では早速ですが、大前提となる日本のエネルギー依存の現状から踏み込んでいきましょう。先ほど言った50キロの海峡、つまりホルムズ海峡ですね。イランとアラビア半島の間に位置するこの海峡はですね、全世界の海上石油取引量の約 20% が通過する、まさに世界のエネルギーの大動脈なんですよ。20% もあそこを通るんですね。はい。そして、トレーディングエコノミクスのデータを見ると、世界第4位の原油埋蔵量を持つイランは、輸出収入の 80% 以上を石油や天然ガスに依存しているという構造がはっきりと示されています。国の収入の8割がエネルギー資源。とんでもない依存度ですね。でも、ここで少し疑問に思うんですが、はい、なんでしょ私たちが歴史で習った1973年のオイルショック。中東情勢が引き金になって原油価格が跳ね上がって、スーパーからトイレットペーパーが消えるパニックが起きましたよね。う。ありましたね。あれからもう50年以上が経って、日本も太陽光パネルを増やしたりとか、液化天然ガスを導入したりと、エネルギー源の多様化を進めてきたじゃないですか。それでも日本の弱点はあの頃と全く同じなんですか？それはすごく良い視点ですね。実はエネルギーの種類を分散することには成功したんです。でも、それを物理的に運んでくるルートへの依存度は当時よりもさらに複雑で脆くなっているんですよ。複雑で脆いというと？つまり、現代のグローバル経済って在庫を持たずに必要なものを必要な時に運ぶジャストインタイムという究極の効率化の上に成り立っていますよね。はいはい。無駄がないシステムですよね。でもそれは裏を返せばサプライチェーンに遊びや余裕が一切ない状態ということなんです。なるほど。余裕がない。ちょっとでも歯車が狂うと全体が止まってしまうわけですね。そういうことです。でもマーケットインサイドデータの数字を見るとですね、現在日本とイランの直接の貿易額って経済制裁なんかの影響で2024年から2025年にかけて約800万ドルまで激減していますよね。激減しています。かつては日本の輸入原油のほとんどをイランに頼っていた時代もありましたが、今はほぼゼロに近い。これならイラン周辺で何が起きても日本には直接のダメージはないように見えるんですが。表面的な直接貿易の数字だけを見るとそう錯覚してしまいますよね。でも問題はそこじゃないんです。と言いますと？イランが今輸出する石油の約 36% を中国に送っているという事実が重要なんです。もし海峡が封鎖されてイランからの供給がストップしたら、世界最大のエネルギー消費国である中国はどう動くと思いますか？
ああ、国内の工場を止めるわけにはいかないから、世界中の他の国からどんなに高くても原油を猛烈な勢いで買い集め始めますよね、きっと。その通りです。なるほど。日本への直接のパイプラインが切れるかどうかじゃなくて、世界規模で石油の激しい椅子取りゲームが突然始まって、日本も嫌おなしにその価格競争に強制参加させられるってことですか？ここからが本当に面白いところですね。ええ。これこそが地政学リスクの本質であるバタフライエフェクトなんですよ。椅子取りゲームのメカニズムを考えてみてください。一本道の高速道路で事故が起きた状況と同じです。はい。一つの車線が潰れるとどうなるか？そこの車が別の車線に無理やり割り込んでくるので、全く関係のない車線まで大渋滞を起こしますよね。テヘランでの小さな出来事や地域紛争が世界市場の原油価格を押し上げるんです。原油が上がれば船やトラックの燃料代が上がりますよね。さらに農業用ハウスを温めるボイラーの燃料費から食品を包むプラスチック容器の製造コスト、肥料の原料価格まで全てがドミノ倒しのように連鎖していきます。つまり最終的に私たちがスーパーで買うトマトの値段を跳ね上げるわけですね。石油は単なる車の燃料じゃなくて、あらゆる日用品の原材料であり移送コストそのものだから、直接貿易がない日本でも絶対に逃げられないと。まさにその通りです。しかもリスクにさらされているのはホルムズ海峡というエネルギールートだけではないんですよ。他にもあるんですか？ここが現在の最大のリスクなんですが、エネルギーの要衝であるホルムズ海峡と同時に、今度は日用品と物流の要衝が同時多発的に不安定化しているんです。それはどこですか？スエズ運河、紅海、そして幅わずか30キロのバブエルマンデブ海峡です。アフリカ大陸とアラビア半島の間のあの狭い海峡ですよね。ヨーロッパからスエズ運河を抜けてアジアに向かうあの最短ルート。はい、そこです。そこが通れなくなると物流にどういう影響が出るんでしょうか？船は攻撃の標的になる航海ルートを避けて、アフリカ南端の希望棒のをぐるりと回る迂回ルートを取らざるを得なくなります。希望棒を回るってことは距離が相当伸びますよね。航行距離は約1万キロ。日数にして数週間から1ヶ月近く余分にかかることになります。輸送コストが劇的に跳ね上がるんです。距離が1万キロも伸びる。地球の4分の1周分ですよね。一体これが私たちの生活にどういう意味をもたらすんでしょうか？少し時系列で整理してみたいんですが。わかりました。ここで非常に興味深いのは、その波及のプロセスです。まず、海峡周辺での紛争や封鎖のニュースが出た初日、世界の金融市場がパニックになって、WTI やブレント原油といった国際的な価格指標が急騰します。はい、まずは金融市場が反応するわけですね。そして1週間から2週間後には、海運会社がルート変更を正式に決定します。燃料費と保険料の爆発的な増加によって、コンテナの運賃が一気に2倍から3倍へと跳ね上がるんです。運ぶだけで今までの3倍のコストがかかる。当然そのコストは私たちが買う商品価格に上乗せされますよね。その通りです。そして1ヶ月から2ヶ月後、ついに私たちの生活必需品の供給網が物理的に目詰まりを起こし始めます。具体的にはどんなものが届かなくなるんですか？アジアで作られた医療品やヨーロッパから輸入する農産物や電子部品はもちろんですが、最も深刻なのは医薬品の有効成分 API ですね。薬の原料ですか？現代の医薬品原料の多くはグローバルな分業体制で作られているので、このアジアとヨーロッパ間の物流網が止まると、薬局でいつもの常備薬が手に入りにくくなるという事態が現実のものになってきます。遠い海峡の出来事が2ヶ月後には私たちの健康を左右する薬の供給ストップにつながるわけですね。ただここで少し冷静な反論をしておきたいんですが。はい、どうぞ。今これを聞いているあなたも思うかもしれませんが、日本には国と民間を合わせて約150日分、つまり約5ヶ月分の石油備蓄がありますよね。世界トップクラスの備えですね。それに先ほどのウォール・ストリート・ジャーナルの2026年報道によれば、イラン自身も1日あたり180万から220万バレルの石油を輸出しているわけです。自分の国の経済を維持するためにも海峡の通行は必要不可欠ですよね。もちろんです。つまりイランにとっても全面封鎖なんて自爆行為であって、実際に起きる確率は低いんじゃないですか？確率が低いなら私たちは少し安心してニュースを見ていればいいんでしょうか？重要な問題を提起してくれましたね。確かに
海峡が物理的に長期間、完全封鎖される確率はおっしゃる通り低いと考えられています。はいですよね。でも、現代の紛争の性質を考えると、この前提には大きな死角があるんです。今の紛争って、ドローンなどの安価な兵器を使った小規模な武装組織が、巨大な国家の軍隊や大型タンカーの動きを止めてしまうような非対称戦が主流ですよね。ああ、数万円のドローンが何百億円もするタンカーの航行を生かすことができる時代ですね。そうなんです。この非対称戦は、数ヶ月からトン単位で泥生化する傾向があって、そうなると150日の備蓄では到底持ちこたえられません。なるほど。5ヶ月では足りないかもしれないと。ええ。さらに重要なのは、確率が低いことと影響が出ないことは別だということです。影響が出ないことは別。どういうことですか？ 2024年から2025年にかけて、風刺派による公海での商船攻撃がありましたが、あの時も海峡が物理的に全く取れなくなったわけではありません。ああ、完全に塞がれたわけじゃないんですね。はい。でも、ミサイルが飛んでくるかもしれないという緊張が高まっただけで、保険会社は船の保険料を法外な額に引き上げ、海運会社は自発的にルートを変更しましたよね。なるほど。実際にミサイルが当たらなくても危ないかもしれないっていう空気感だけで市場は過敏に反応するわけですか？そうなんです。海峡が完全に封鎖されなくても、緊張が高まるだけで、私たちの物価は確実に上がる仕組みになっているんです。厳しい現実ですね。マクロな地政学リスクがいかにミクロな家計に直結しているか痛いほど分かりました。だとしたら、150日の国家備蓄に頼るだけじゃなくて、私たちの家計レベルでどう防衛線を張るかという話に移りたいと思います。そこが一番重要ですね。私たちが世界中のタンカーの護衛をすることはできませんが、自分の家族の財布や生活を守ることはできるはずですよね。まさにその通りです。マクロな事象をミクロな行動に落とし込む。情勢悪化の初期段階で家庭が取るべき具体的な行動は大きく3つのステップに分けられます。3つのステップですね。何でしょうか？はい。追跡、分散、そして家族会議を含めた物理的な備えです。1つ目の追跡というのは、エネルギー価格の動向をまるで天気予報のようにチェックする習慣をつけるということですか？ニュースをただ聞き流すんじゃなくて。スマートフォンのウィジェット機能を使って WTA 原油やブレント原油などの天然ガス価格のチャート、そしてドル円レートをホーム画面に表示させてみてください。毎日見るんですか？毎朝1秒見るだけで構いません。これがじりじりと上がり始めているのを見たら、数ヶ月後にスーパーの食品や電気代が確実に上がるサインだなと、自分事としていち早く予測できるようになります。株価をチェックするのと同じ感覚で、原油価格を自分の生活コストの先行指標として見るわけですね。で、これが上がってきたら、2つ目のステップの分散が必要になると。はい。物価が上がり続けているのに、現金をそのまま銀行口座に置いておくと、実質的な価値が目減りしていきますよね。インフレに負けちゃうわけですよね。だからこそ、インフレ耐性のある資産に置き換える、つまり分散投資が必要なんです。エネルギー価格上昇の恩恵を受けやすい資産への分散は、家計防衛の核心になります。最近は NISA なんかを活用して投資を始める方も増えましたが、具体的にはどういう考え方をすればいいんでしょうか？初心者向けの考え方としては、世界中の株式に広く分散投資するインデックスファンドをベースにしつつ、エネルギー関連セクターや資源国の株式を含む投資信託を一部組み合わせるのが良いでしょう。なるほど。ガソリン代や電気代が上がって家計が苦しくなっても、一方で保有しているエネルギー関連資産の価値が上がるから、ダメージを相殺する盾として機能するわけですね。その通りです。何もしないことで現金の価値が下がるのを待つリスクも同じくらい大きい時代になっていますからね。インフレという見えない税金に対する防衛術ですね。そして金融的な備えをした上で、最後の3つ目のステップが物理的な備えですか？はい。緊急時に備えて備蓄や保険、エネルギー契約の見直しについて家族と真剣に話し合っておく家族会議です。供給網が停止した時に備えて、各家庭で優先的に確保すべき生活必需品をリストアップして備蓄をしておくわけですね。地震なんかの自然災害の備えとは少し違う視点が必要なんでしょうか？物流網の遮断による影響は、電気や水道は生きているのに物だけが届かないという状況を引き起こします。インフラは無事だけどスーパーの棚が空になる状態ですね。飲料水やカセットコンロなどの熱源はもちろん必須ですが、先ほども触れたように常備薬の確保が極めて重要です。薬は盲点になりがちですよね。
持病がある家族がいる場合は、処方薬を少し余裕を持って手元に置いておくよう、お医者さんと相談することも必要ですね。そうですね。また、米やパスタなどの長期保存可能な炭水化物、トイレットペーパーなどの衛生用品、これらを最低でも2週間分、可能なら1ヶ月分、普段から消費しながら買い足していくローリングストック方式で、家庭内に確保するシステムを作ってください。ローリングストックですね。加えて、家計のベースラインを下げる工夫、つまり節約術も立派な防衛術になりますよね。ええ、その通りです。例えば、電気代が高騰してもダメージを減らせるように、窓に断熱シートを貼ったり、古い冷蔵庫を省エネタイプに買い替えたり、初期投資はかかってもエネルギー価格変動に強い家計を作るための立派な地政学対策と言えそうです。素晴らしい視点です。知識は理解して応用されて初めて価値を持ちます。この構造を知り、物理的にも金融的にも事前に備えをした人と備えなかった人の間では、5年後の食卓の豊かさや家族の安心に明確な格差が生まれるでしょうね。今日この番組を聞いて、なんとなく不安で調べ始めたというあなた、その最初の一歩は本当に素晴らしいと思います。あなたはすでに多数派とは違う備えを始めているわけですからね。ええ。今日学んだ視点のフィルターを通して明日からのニュースを見れば、世界の解像度が全く違って見えるはずです。ここまで中東の情勢、特にホルムズ海峡やバブエルマンデブ海峡という遠く離れた海域の緊張が回り回ってあなたの財布の中で静かにインフレを引き起こしている構造を再確認してきました。地政学は決して遠い国の話じゃなくて、毎日起きている現象なんですよね。本当にそうですね。では最後に、今回のソースには書かれていなかったもう一つの新しい視点をあなたに投げかけて終わりにしたいと思います。何でしょうか。今日私たちは狭い海峡を通る船、つまり海上を移動する物理的な物資の輸送ルートについて考えてきました。しかし、もしこれと同じ不安定な海峡の海底に敷き詰められている世界のインターネット通信を支える海底データケーブルが次のターゲットになったとしたらどうでしょうか。それは恐ろしいですね。ええ。物理的な物資だけでなく、私たちのデジタルな日常や金融システムはどう麻痺していくのか、ぜひあなた自身で考えてみてください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた本質の解剖でお会いしましょう。